クニペックスのツインフォースニッパー。特許取得のダブルジョイントにより手こひがぐぐっとどうにかなって普通のニッパーに比べて軽い力でカットができるパワー系の剛腕ニッパーです。この切断能力は素敵ですね。今までニッパーでトライしなかったようなものがバツバツ切れます。パワープレイお手の物、なかなか重宝する道具です。全長は 180mm、重量が 289g。かなりごついです。ヘッドが大きいですね。コンフォートグリップに刃先のボリュームが負けていません。比較用に同じクニペックスの 180mm 強力ニッパーですが、幅、厚みともにツインフォースが上回っています。刃の仕上げも違っています。ツインフォースは不思議な模様が入っていまして、いかにも強そうな感じ。この模様、切断時に対象が滑って逃げないようにするための滑り止めとのことで、レーザーで刻印がされているそうです。製造の新しいもの、比較的最近のものにはこの模様が入っているようです。高度も普通のニッパーに比べて高くなっているようです。強力ニッパーの刃先高度 60HRC に対してツインフォースは 62HRC となっています。刃の合わせはこんな感じ。先端部分はきっちり合いますが、根元部分は隙間が空きます。電線切ってみますと皮1枚でつながることも。先端側では髪の毛やより線1本も切ることができますが、繊細な作業に向く道具ではないと思います。見たまんまごっつい音向け。切断能力はピアノ線が 3mm まで、柔らかいものなら 5.5mm まで対応します。切断能力も高いですが、通常のニッパーに比べて作業者の負担も少ないそう。同じ径であれば普通のニッパーに比べて軽い力で切断ができるようです。後ほどいろいろと実際に試しに切ってみます。グリップはコンフォートを選んでいます。力みやすいというのも理由ですが、主にはオンオフできるリターンスプリングがつくことが理由です。グリップから板バネが生えていまして、これを操作することでリターン機能のオンとオフを選ぶことができます。使うときは便利なリターンスプリングですが、収納時ですとか持ち運びの時にはオフにしておきたいもの。これが選べる、切り替えができるというのはとっても素敵なことですね。さて、実際に使ってみます。まずは細めの針金。材質は鉄の芯線が 1.2mm 系のもの。柔らかいので普通のニッパーで簡単に切れますが、使い比べますとツインフォースは楽に切ることができます。こちらの普通のニッパーといってもこれも十分強力なニッパーですが、これで切るとバチンと硬質な切れ味、ある程度の抵抗を感じますが、ツインフォースで切ってみますとぬめっと、なんともそんな切れ味で力も半分程度で切れてしまうような感触です。作業がとても楽に感じます。次はパワー系の作業。M3 のステンレスボルトを切ってみます。普段これをニッパーで切ろうとは思いません。ご覧の通りやってみましたけど、両手で何度も握り直してなんとかいけるかいけないかという感じ。今回は切断を諦めました。ツインフォースで試したところ切ることができました。2、3回切れ込み入れながら握り直す必要はありますが、片手で切ることができます。調子に乗って M4 のステンレスボルトにも挑戦。これもツインフォースならプルプルしちゃうくらいに力む必要はありますが、なんとか切ることはできました。さすがの切断能力に感じます。オンとオフが選べるリターンスプリングもいいっすね。太いものを切るのは体力持ってかれますから、握り直すときに自動で開いてくれるというのはとてもありがたいです。スプリング機能のオンオフも簡単。指の腹でグッと押し上げるような感じです。切り替えの操作感は硬すぎず良い塩梅っすね。オンオフどちらの位置でもバネを邪魔に感じたことはありません。グリップを大きく開かないと切り替えはできない構造で勝手に切り替わってしまう心配もなく、この機能素晴らしいです。クニペックスでは今のところコンフォートハンドルのみで選択できるようですが、細身の樹脂グリップにもぜひ展開をしていってほしいですね。たまたま処分するスクーターがありましたので、バラす過程でいろいろと切ってみました。
普段なら切ることのトライすらしないフレームから伸びているハーネスですとかワイヤーのガイド。これは片側空いてますからグイと曲げれば良いだけですが、ものによっては両端くっついてるので面倒なことがあるんですよね。ツインフォースで試したところ、これ簡単に切ることができました。こっちはもう少し太めなガイド。これはさすがに切れないかなと思っていましたが、バチバチ切ることができました。続いてはケーブルワイヤー。これは比較的切りやすいですかね。ツインフォースでも当然切ることができました。使ってみての感想は、確かに切れる。ニッパーとしては切断能力は高いと感じました。ここまで切れるニッパーというのは初めての経験です。しかし、比例するようにというのか、太いものを切るとすげえ疲れんなとも感じています。その特殊な合わせの構造というか手こひからでしょうか。刃先を開きますと普通のニッパーよりもグリップが大きく開いてしまうので、手の小さな私にとってはちょっと辛い。連続で太いものを切り続けていると握力が続きません。例えばホイールのスポーク、3ミリくらいなら切断は可能だと思いますが、進んで切ろうとは思わないです。いくらニップルがガシガシに錆びていても、ツインフォースを使って全てのスポークを切断するくらいなら、おとなしくニップル回した方が楽でしょう。ただ、どうにも回らないニップルがあったとして、ツインフォースを持っていればスポークを切ることはできますから、このサイズのニッパーでそれができるというのはすごいことだと思っています。細かな作業からパワープレイまでニッパーはこれ1本でいけるかというと、私の使い方では微妙いですね。頭大きいですから狭いところに弱いですし、それからちょっと重いですね。全部これで作業しようとはなっておりません。普段は 160mm の強力ニッパーを使って、ここって時にツインフォースを使っています。ヘッドの大きさが気にならない環境であったり、ボルトカッターのようにパワーを求めるというよりも手頃な作業性を求める場合にツインフォースは合っているのかなと感じています。作業によっては相当な時間短縮につながることもあるでしょう。私の用途ではそこまで頻繁に使うものではありませんが、面白い道具だと感じています。思った以上に切れるので、これも切れるかと使っている時のテンションは高め。インプレをするにあたり、いろんなもの、スペック外れた太いものも無茶しながら切ってみましたが、大きな刃のこぼれはありません。耐久性は高いように感じています。気になることとして、グリップが上の方、グニグニギシギシ動きます。引っ張ってみても抜けてしまう気配はありませんが、力かける道具ですからこの動き、嬉しくはないですね。コンフォートグリップは最近使い始めたのでこういうものでしょうか。これでも抜けない、大丈夫と分かれば不満はないのですが、気になるポイントとなっています。それからもう一点。最初は合わせ、ジョイントがそれはとても渋かったです。太いもの、硬いものをバチバチ切っていたらいつの間にか緩くなってはいましたが、合わせてガタも出るようになりました。パワープレイの直後は歪みが出るのか引っかかりが起きやすくなる感じです。今のところ切れ味落ちたりは感じませんが、あまりこのガタはあってほしいものではありません。クニペックスのツインフォースニッパー。かなりのところまで無茶ができるニッパーです。ボルトカッターよりも汎用性は高く、ここって時には頼りになる道具だと感じます。ただ、スイートスポットは少し狭く感じています。使う環境により評価の割れそうな道具に思います。道具屋さんでデモ機が多い製品に思いますので、気になる方はぜひ試してみていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!